イドル。それは女の子たちの永遠の憧れ。夜空に輝く星のように、大地に咲く花のように、みんなの心を熱く震わせて、悲しさを優しく包み込んで、いつも笑顔にしてくれる、そんな素敵な人になりたくて、私は初星学園の門をくぐりました。新入生代表による挨拶が終わる。入学式の厳粛な空気、心地よい緊張感。いよいよだ。数々のトップアイドルを輩出してきた国内最大のアイドル養成校、初星学園。プロデューサーとして俺の新生活が始まる。もう終わるところです。今から入っていくのは難しいでしょうね。入学式当日から大遅刻。失敗した。どうやって合流しよう。みんなが講堂から出てくる際にこっそり混ざってしまうというのは。それです。ナイスアイディア。申し遅れました。私アイドル科の新入生で花見梅って言います。はじめまして。花見梅、聞き覚えのある名前だ。こちらこそ初めまして。こういうものです。おお、プロデューサー科の方だったんですね。そうだ、もしよろしければ私をプロデュースしてくれませんか。唐突ですね。はい、私アイドル初心者なので、プロデューサーさんが一緒にいてくれたら心強いなって。プロデューサー科は信頼されているようだ。先輩方が作ってきた実績の賜物だろう。初対面の人間に頼まずともいいのでは。あなたがいいんです。直感なんですけど、この人なら私の力になってくれそうだなって。直感ですか。へへ、当たるんですよ、私の勘。ところで花見さん、お名前が生徒名簿に載っていないようですが。それはきっと入学試験の成績がギリギリで補欠合格だったからですね。この話はなかったことに。ちょっと待った。確かに私、歌もダンスも弾きもスピーチもちょっぴりダメだったかもしれません。いや、かなりダメだったかもしれません。でも試験では測れないすっごい実力の持ち主かもしれないじゃないですか。推しが強い。なるほど。では動機を聞かせてください。あなたがアイドルを目指した理由、この学園に入ろうと思った理由です。はい、それはですね、それは勝ちたい人がいるんです。生まれた時からずっとそばにいて、いろんな競技で何度も競い合って、一度だって勝てたことがなくて、本当にすごい人で尊敬してて、だから今度こそは絶対に勝ちたいんです。その人はこの学園に？はい、だから私はここにいます。私は初心者でアイドルのことよく分かってなくて、自信があるのは運動くらいで、才能だってそんなにないのかもしれません。でも勝ちたい気持ちだけは負けません。きっと誰にもです。必ず勝ちます。そして学園で一番のアイドルになります。自分で言うのもなんですけど、いい物件ですよ。いかがでしょうか。彼女をトップアイドルに育てたい、そんな思いが湧き上がってくる。花見梅さん。はい、お断りします。はい。今 OK してくれそうな流れだったのに。それはその人は私のプロデューサーだからよ。お姉ちゃん？ええ、お姉ちゃんよ。まったく初日から遅刻するなんて、どうせ迷ったんでしょ。うるさいな。それより今言ったことって。その人は私のプロデューサーよ。梅
ですが、もしよろしければ2人をプロデュースするそれは絶対嫌！というわけですので、花見さんのお誘いは受けられません。ぐぬぬプロデューサーさんも私の宿敵だったんですね。そのようです。ならあなたにも勝ちます。お姉ちゃん、私今度こそは負けないから。相手になるわ。かかってきなさい。くっそー、余裕ぶりやがって。それはそれとしてプロデューサーさん、お姉ちゃんをよろしく。余計なこと言うんじゃないわよ。じゃあまたね。まったくもう。プロデューサー、あの子とどんな話を？尊敬するお姉さんの話を。本当に？あなたのことが少し理解できた気がします。あなたのそういうところ嫌い。ねえプロデューサー、あの子が私のライバルよ。すっごく可愛いでしょ。ねえプロデューサー、どこに行くの？プロデューサー科の生徒には教室を一室、活動拠点として使うことが許されています。活動拠点？言うなれば我々の事務所にあたる場所です。おお、事務所。ナムコプロみたいな。その認識で間違っていません。そっかー、私たち2人のアイドル事務所ってわけね。未来のトップアイドルたるこの私、花見咲の波動がちっぽけな教室から始まる。悪くない、悪くないわ。すっごく燃えるシチュエーションよ。ならよかった。ところでプロデューサー、私の妹と会って話したんでしょ？どうだった？どうとは？いろいろ。とても可愛らしい方だと。でしょ？でしょ？姉妹仲がいいんですね。花見さんは今まで多くの競技で妹である花見梅さんと競い合ってきた。紛らわしいからサキでいいわ。そうよ。ではサキさん、あなた方はお互いに宿命のライバルだと思い合っている。そうよ。なのに仲がいいんですか？だから仲がいいのよ。私は勝つのが好き、そう言ったじゃない。あれ少し訂正させて。私は私に勝ちうるやつに勝つのが好きなの。私よりもすごいやつに勝つのが好きなの。本気で挑んでくるやつに勝つのが好きなの。負けたら悔しい勝負に勝つのが好きなの。きっとあの子もそう。だから私たち姉妹はお互いのことが大好きなのよ。なるほど、よくわかりました。そんな理屈は抜きにしても妹のことは大好きだけどね。だって私はお姉ちゃんだもの。梅さんはお姉さんにずっと負け続けてきたとそう言っていました。事実ね。私はあの子に負けたことはないわ。しかしあなたはこのままじゃ絶対に負けたくない相手に、絶対に負けたくないことで負けちゃうの。分かってるくせに。でもそうよね。プロデューサーにはちゃんと伝えておかないと。ここ？はい。なら秘密の話は中でしましょう。そう、私たち2人の事務所でね。あ、プロデューサーお疲れ様です。遅い。いつまで待たせるつもりですか、プロデューサー。ねえプロデューサー、この子たち誰？はあ、それはこっちのセリフなんですけど。プロデューサーに呼ばれてきたらなんかいるし。プロデューサー説明してください。あなたがプロデュースするのは私だけ。そうじゃなかったんですか？ちょっとプロデューサー、どういうこと？プリマステラを決める夏の祭典、初星アイドルフェスティバル。この3人でユニットを組み優勝を目指します。えー、
しアイドルフェスティバル。それは初星学園で一番のアイドルを決める祭典。アイドルたちが頂点を目指し競い合う大会。厳しい条件を満たし本戦へと選抜された生徒たちは大講堂でライブを行い、ソロ部門とユニット部門の優勝者を決定します。そして最後に大会最優秀のアイドル1名を選ぶ投票が行われ、プリマステラが誕生するんです。この3人でユニットを組んで HIF の優勝を目指す。はい、この3人ならそれができると思います。プロデューサー、ふざけているんですか？私がユニットなんて組むわけない。絶対に嫌。お断りです。こっちだってお断りよ。あなたたちが誰だか知らないけど、この私は入学試験で首席だったのよ。私はここに勝つために来たの。足手まといなんていらないわ。井の中の蛙。はあ？今年から入学した未経験者の中で1位を取ってからってそれが何の自慢にもならないのに滑稽だね。なんですって。はい、そこまで。2人とも喧嘩はやめなよ。アイドルがしちゃダメな顔になってるよ。とにかく私はユニットを組むなんて絶対嫌。プロデューサー、私をプロデュースしたいなら心を入れ替えて謝りに来なさい。じゃなきゃこの話はなしだからね。プロデューサーは当然私を選ぶでしょう。これ以上期待を裏切らないで。2人とも怒って出て行っちゃいましたけど、どうします、プロデューサー。藤田さんは方針に不満はないのですか？ユニット組むって件です。正直偉そうでめんどいやつらだなとは思いましたけど、入学試験首席の新入生に元エリートの歌姫様、2人とも実力は確かですもん。願ってもないって感じです。でもさっきの様子だと無理っぽくないですか？相性超最悪でしたよ、あの2人。なのでどうします？説得しましょう。あ、やっぱりそうなるんだ。もちろん諦めるつもりはありません。何せあなた方は相性最高の3人です。うまくいくと信じていますよ。目腐ってんじゃねえの？でも私はこのプロデューサーに人生かけるって決めたんだ。なんだってやってやるよ、チクショー。よーし、2人の説得頑張りましょうね、プロデューサー。藤田さん、廊下を走ってはいけませんよ。そんな場合じゃなくないです？大丈夫、咲さんの行き先は分かっています。先回りしましょう。は？なんで行き先わかるの？アイドルに発信機とかつけてませんよね。ところで説得ってどうするつもりなんです？取り付く島もなさそうな感じでしたけど。咲さんがユニットを組みたくない理由は彼女が自分で言った通りなんです。ですからそれをなくしてしまえばいい。詳しいんですね、あの子のこと。一人だけ名前呼び出し。念入りに調べましたから。ごめんプロデューサー、やっぱストーカーっぽいって。あ、見つけた、花見ちゃん。プロデューサー、何早速気が変わったってわけじゃなさそうね。私は無視かよ、うっざ。ほぼ初対面なのにこの偉そうさはやばいでしょ。私すでにこいつ嫌い。でも我慢こいつには私が成り上がるために役立ってもらわなくちゃいけないからね。
私花見ちゃんとユニット組みたいなって絶対嫌って言ったはずだけど、足手まといはいらないから。そうよ。すっげえ自信。プロデューサーどうするつもりだろう。では足手まといではないことを証明しましょう。サキさん、入学試験で一番得意な科目は何でしたか？全部得意だけど一番はダンスね。それが何？藤田さん、サキさんとダンス勝負をして勝ってください。はい、今なんかとんでもないこと言いませんでした？サキさんが最も得意だというダンスで彼女をやっつけてください。そうすれば足手まといでないことを証明できます。そりゃそうですけど、何考えてんだこの人。私の成績知ってるくせに落ちこぼれだって知ってるくせに。ねえ、本気で言ってんの？この私がそいつに負けるって？はい。面白いじゃない。乗ったわその勝負。私が負けたらユニットでも何でも入ってあげる。その代わり私が勝ったら私だけのプロデューサーになるのよ。いいでしょう。なんでそんなに自信満々なんだよ。勝負はいつ？あさってダンスレッスン室で。決まりね。この学園での初勝負楽しみにしているわ。目キラキラさせちゃってさ、どんだけ勝負好きなんだよ。そういうことになりましたのでよろしくお願いします、藤田さん。そんでプロデューサーはどんだけ私の実力を高く評価してくれてんだよ。しょうがないな。きっと何か考えがあるんですよね。やるだけやってみます。こんなに信じてもらったの久しぶりだからさ。勝手に決めたんだから負けても見捨てないでくださいよね。で、どうするつもりなんです？怒ってますか？めっちゃ怒ってるんですよ。大事なこと勝手に決めて私が負けたらおしまいじゃないですか。勝てばいい。自信がないんですか？ないですね。全然ないですね。堂々と言い切りますね。だってあの子入学試験出席だったんですよね。私の成績下から数えた方が早いんですけど。てか知ってましたよね？はい。はいじゃねえんだよ。トリマ、あの子のことをもうちょい教えてくれます？自信満々なわけですね。そういえば新入生代表で挨拶してたっけ？特に際立った運動神経を活用したダンスはとても1年生とは思えない完成度です。すごいね。プロデューサーさ、なんでダンス勝負で私が勝てると思ったの？いえ、今すぐ勝負すると負けます。ダメじゃん。ですがあさってなら必ず勝てます。いやなんで今から特訓して私の実力を伸ばすってこと？短期間の特訓で実力を大きく伸ばせるのは初心者だけですよ。ですよね。藤田さんは中等部で3年間実力を伸ばし続けてきたんです。数日特訓したところで効果は薄い。ですよね。じゃあなんであさってなら勝てるんですか？というかそもそも私たちってどこに向かってるんです？保健室です。なんで保健室？あそこにはベッドがありますから。私これから保健室のベッドで何されちゃうの？行きましょう。はい。藤田さんがサキさんに勝つ方法でしたね。何もしないことです。はい。あさってまで何もしなければ勝てます。ですので勝負の日まで一切練習はしないでください。さっぱりわかんない。
乱しすぎて目がぐるぐる回ってきた。バイトは行ってもいいんですよね？できれば休んでください。勝負の日までは。無理ですよ。大事な勝負だってのは分かってるんですけど、うち生活厳しいんで簡単にバイト休むわけにはいかないんですよ。これを。奨学金の申請書。プロデューサー、これって。プロデューサーがついた生徒は学園からの奨学金や支援金を受ける条件が緩和されます。早期に給付されるのはこれとこれですね。試験の結果が良ければこれも申請が通るはずです。こんなに？マジですか？後で説明しますが、料金についても軽減する方策があります。すでに支払った分は差額が戻ってきます。守備よくユニットが結成できればある程度の収入も。本当に収入大幅アップが頑張れば。テンションマックス。超頑張ります。何をすればいいですか？いえ、ですからバイト休めばいいんですよね。代わりにシフト入ってくれる子速攻で探します。あとはどうすればいいですか？私何でもしますよ、プロデューサーさん。急に態度が。では夕方までここで寝ていてください。そんなんでいいんです？はい、水分補給を忘れずに。勝負と何の関係があるのかさっぱりわかんないですけど、プロデューサーが言うならそうしますね。ねえプロデューサー、私プロデューサーと出会えてよかったです。早っ。そのセリフはあまりにも早くはありませんか？動揺してるとこ初めて見た。トップアイドルになった時同じセリフを聞かせてください。急に眠くなってきた。最近バイト忙しかったからプロデューサー花見ちゃんに勝って月村ちゃんも仲間にしてユニット組んだらさ、きっとめっちゃお金稼げますよね。もちろん割のいい仕事を取ってきます。約束ですよ。もうちっとも負ける気がしない。変なの、あんなに自信がなかったのに。おはよう。よく逃げずにやってきたわね。褒めてあげるわ。お、サンキュー。よーし、じゃあ早速勝負する？悪いけど軽く勝たせてもらっちゃうからね。へえ、びっくりした。あんなに自信がなさそうだったのに。あなたおとといとはまるで別人じゃない。一体何があったの？いやー、なんか今日朝からずーっと気分爽快で体がめっちゃ軽いっていうか、やる気がどんどん溢れてくるっていうかきっとこれが収入アップを約束されたアイドルの力。今日の私は夢と希望に満ちている。覚悟しろよ学年主席。私が勝ったらきっちり約束守ってもらうからな。なんだかよくわからないけど今日のあなたはアイドルの顔をしているわ。いいわね。今のあなたに負けたらすっごく悔しいわ。相手にとって不足なし。特別に名前を聞いてあげる。言ってなかったっけ？私は藤田琴音。よろしくね花見ちゃん。琴音、あなたのことを好きになれそう。任してあげるからかかってきなさい。はいはい、お手柔らかに。ところで男子勝負って話だったけど、どうやって勝敗を決めんの？お二人にはここで順番にパフォーマンスを披露してもらい、審査員が勝敗を決めます。審査員はプロデューサーが？サキさんに務めていただきます。私が勝敗の判定をするってこと？その子がズルして自分の勝ちって言うかもしれないじゃないですか。
ありえません。こと勝負において彼女は誰よりも公平ですから信用できます。分かってるじゃない。プロデューサーがそう言うならいいですけど、そっちこそ負けた時ずるいとか言わないでよね。言わねえし。なら早速私から。入学するまでの半年、誰よりも本気でプロよりも濃密に練習を積み重ねてきたのだろう。やがて彼女のダンスが終わる。どうプロデューサー、私のダンスは。期待以上です。そう。そんなに良かったんだ。じゃあ次は私ですね。藤田さん、信じています。